皆様は京都という都市をご存知だろうか。その歴史は桓武天皇の平安遷都から始まり、以後1000年もの間、日本の首都として君臨し、現在では戦災から免れた多くの文化財のある日本屈指の観光都市として有名である。無数の由緒正しいお寺や神社が集まり、まるで寺社仏閣のデパート。いや、その密集っぷりは今風に言うと、寺社仏閣のドン・キホーテであろう。そんな泣く子も黙る国際観光都市京都は、春夏秋冬すべての季節で人々を魅了し、老後のおじいちゃん、おばあちゃんの団体旅行から、文化財よりも生八つ橋と好きなあの子と同じグループになる方が重要事項の修学旅行の学生。はたまた、最近では多くの外国人観光客まで様々な旅人の目的地となっているのである。そんな京都のポスターを駅でふと見た怒涛の6連勤、プラス夜勤明けの私はふとこう思ったのであった。そうだ。京都に行こう。おはようございます。好きな生八つ橋の味は王道あんこ系ロードバイク女子のみなみです。臨行旅ではいつもおなじみのここは千葉駅です。とりあえずここから東京駅まで1時間ほど総武線に乗っていくんですけど、平日ラッシュでもみくちゃにならないように、ただいまの時刻は朝4時。寒さで涙ちょちょ切れそうですが、ラッシュ時間で臨行バッグは邪魔すぎますし、キレーラーにキック食らってしまうと、ただの八つ橋大好き女の食い倒れ珍道中になってしまうので、始発に合わせて出発するのができるロードバイク女子ってもんです。ほな、京都に行こけー。横須賀総武快速線に乗ると、日本を代表する別荘地の逗子まで1本で行けます。私の軽量では別荘どころか犬小屋も建てられません。さあ、無事に臨港ローディ定位置先頭車両に座ることができました。さすが始発だけあって乗客は私一人だけのようです。ありがたや。東京駅に到着。我ながら毎度変わり映えしない場所で変わり映えしないカメラワークですが、新幹線への乗り換えでここが一番撮影しやすいし、レンガが東京駅っぽいところなんだもん。人が入っちゃうとモザイクかけたり結構編集大変なんですよ。でも今日は始発できたので、いつもお祭りですかってぐらいごった返している東京駅も今日はこんな感じでほとんど人がいません。なんか夏休みの教室とか休みの日の職場とか、自分しかいない空間ってなんか普段やらないことやってみたくなっちゃいますよね。こいつのおでこに肉って書いてみたり、この空間は全て南のものだ。あっちからこっちまで 100m 走でもしてみるかな。本当に実行すると鉄道警察に御用になってしまうので、さっさと新幹線乗り場まで行きましょう。祭りもいつもはレジ10人体制ぐらいのお祭り状態なのに、この時間は空いてていいね。ちなみに私は旅行するときはだいたい JR とホテルがセットになったパック旅行を利用しているのですが、東海道新幹線を利用するのは久しぶりなんですよね。駅弁も買ったし、列車の時刻も迫っているので早速行ってみよう。東海道新幹線は他の新幹線や列車と違って特大荷物スペース予約制度というのがあるのですが、このスペースで自転車を置いた時、隣の席の人も予約をしてて大きな荷物だったらどうするんでしょうね。隣の席を予約した人も当然大きな荷物があるからここを予約したわけですし、なんなら相手が同じローディーだったら絶対に2台も入らない。もはやヒルクライム勝負でもしてローディーたるもの己の足で奪い取らなければならないのでしょうか。ちょっと気になって JR 東海さんに問い合わせてみたところ、原則占有できるのは自分の席の後ろの部分のエリアのみで、収まりきらない場合は予約したお客様同士で譲り合って利用してほしいとのことでした。もし隣に来たのが視聴者さんだったらもう喜んでお譲りしますよ。その代わり京都に着くまで指の皮ずりむけるぐらい私の動画タップして再生数回してもらうけどな。まだ薄暗い中、富士山からの名古屋を通過。名
古屋といえば名古屋コーチン美味しかったな。お、あれは伊吹山ですね。全長 10.7 キロ、標高900メートル地点まで駆け上る西日本最大規模のヒルクライムレース、伊吹山ドライブウェイヒルクライムの会場でもあります。いつかは出てみたいけど、顔出してない系 YouTuber としてはどうしたものか。覆面レスラーみたいにカモのお面でもかぶって出てみるかな。そんなこんなであっという間に次は京都駅ですえ。そういえば到着のチャイムが TOKIO のアンビシャスジャパンじゃないと思ったら去年の7月で終わってしまっていたんですよね。私は特段ジャニーズファンというわけではないのですが、アンビシャスジャパンって聞いてワクワクするし、チャイムで聞くと東海道新幹線乗ってんなーって気分になるから、もう聞けないのはちょっと残念でした。でもへこんでてもしょうがないので、私もマインドを受け継いで頑張りますよ。アンビシャス南チャンネル。アンビシャス八橋の看板がお出迎えなのが京都っぽくて良きです。京都駅は奈良にいた時以来ですが、相変わらずの近未来感。改札を出た瞬間に広がるこの圧倒的な大空間を前にすると思わず見ろ、人がゴミのようだって言いたくなりますよね。ここ天井までなんと60メートルもあって、こと京都のイメージでこの駅に来た外国人の方とかはかなりびっくりするんじゃないかな。この特徴的なデザインが発表された当時は京都の景観に合わないということで賛否両論あったみたいですが、建築からすでに25年経過していて、だいぶ京都の風景にも馴染んできているんじゃないですかね。昔パリのエッフェル塔も市民から猛反対にあっていましたが、今やパリの代名詞的な存在になっているのを見ると、100年後には駅を見るために京都に来るって感じになっているかもしれません。ちなみに当時のパリ市民の間では、エッフェル塔の嫌いなやつはエッフェル塔に行け、そうすれば塔を見なくて済むと言われていたそうです。つまりロードバイクで山や峠や坂を見てうえってなるのであれば、さっさと登って頂上まで行けば見なくてもいいってことですね。さすが芸術の都パリは考え方もアーティスティックだぜ。ふむふむ、初代京都駅はもっと北の方にあるのか。ちなみに京都駅は中心地から離れた場所にありますが、もしこの位置になかったら東海道新幹線は京都に止まらなかったかもしれないそうです。東海道新幹線の当初の計画では大阪、名古屋、東京を最短で結ぶために奈良盆地を突っ切るルートで京都は花からアウトオブ眼中だったのですが、静岡山脈に10キロのトンネルを掘ってぶち抜く技術が当時はなく、結果的に今の京都は経由するルートとなりました。ここで幸いにも京都駅は町の中心地ではなく郊外にあったので、比較的簡単に新幹線の路線を増設することができ、今のように新幹線がパンパン止まって外国人やぼっち系ロードバイク女子を運んでくれるようになったということです。もし三条通りみたいな中心地に京都駅があったら、新たに路線を作るのは難しいので、京都に新幹線は止まらず、南も京都に来れず、外国人も来なくなり、八つ橋が売れず、日本経済はますます低迷していったことでしょう。なんか鎖で繋がれた限界対戦のクロスバイクが放置自転車許すまじという JR と警察の並々ならぬ決意が伝わってきます。持ち主の方、早くこの子を迎えに来てあげて。さて、京都駅はこれぐらいにして、駅と同じくらいインパクトのある京都タワーを見ながら銀行解体をしましょう。この京都タワーは一見ろうそくのように見えますが、実は灯台をモチーフにしているらしいですよ。町屋の瓦を波に見立ててそれを照らす灯台だそうですが、すっかりろうそくで定着してしまっていて、公式 Twitter 元い X では今も灯台であることを必死にアピールしているとか。もうろうそくでいいだろこれ。入った入った。祇園祭りの掛け声とともにドマーネちゃんの準備完了です。とりあえず荷物を置くためにまずはホテルにレッツゴー。京都から快速ロードバイク女子南号に乗って10分ほどで着いたこちらのホテルが
本日泊まるアーバンホテル京都市場プレミアムです。泊まるのはいつも通りの安定ビジネスホテルです。有名 YouTuber とかになれたら案件でいいところ泊まれるのかな。当チャンネルは私みなみのお給料の提供でお送りしております。というわけで本日は普通の一般道からスタートです。お昼はどっかで食べたいのですが、糖質ないと途端にガス欠になってしまうので、全く京都っぽくないんですが、毎度おなじみファミリーマートでおにぎりをぶち込みます。日本ってどこ行ってもコンビニあるからいいですけど、海外のローディーさんとかって普及どうしてるのかな。ところで視聴者の皆様ごめんなさい。実は今回夜勤明けの寝ぼけた頭に降りてきた、そうだ京都へ行こうという天の声に従ってあまり準備をせずに京都に来てしまったので、どこに行こうか考えていないのです。京都なんてコンビニレベルに至るところに観光名所があるからノープランでも大丈夫っしょと思ってたけど、冷静に考えると私のドマーネちゃんを長時間放置して寺回りしてて大丈夫か問題が。まあ相棒をパクった泥棒さんはとっ捕まえて特大針でケツに筋肉注射してやるけどな。それは冗談として、とりあえず今回は愛車と離れなくても楽しめる京都観光ライドをしていこうと思います。旅行の日程は今日と明日の2日間あるので、1日目は京都駅の南側のエリアを中心に回っていきたいと思います。1日目のルートはこんな感じ。まずは中心地から嵐山方面に、その後バビュンと南に走って平安京の前に都であった長岡京エリアへ。その後東の宇治を回って伏見のあたりでちょろちょろして、最後京都駅南側を観光してホテルに戻るというルートです。あまり起伏もないし距離も60キロ程度なので、観光ポタリングって感じで楽しみ。市道186号線を東に走っておりますが、この辺りはいわゆる京都っぽさはなくて普通の都会の街並みが続きます。でもたまに観光馬車が見に行ってきたりするので、引かれて京馬のごとく真っ平らにならないように気をつけて走ります。ホテルから6キロほど走ると桂川にぶつかりますので、そのまま桂川沿いを走っていきます。狭い道を観光バスにすりつぶされないかヒヤヒヤして走っていたので、川沿いを走る開放感もひとしおです。少しだけ川上に走って着いたこちらが一つ目のスポット、竹津峡です。背後の山々やゆったりとした桂川の流れと合わさってとっても絵になる風景だな。竹津峡は言わずと知れた嵐山の象徴って感じるものですが、橋が架けられたのは834年から848年と言われ、その後洪水によりコンクリになっても嵐山の美しい自然に溶け込んでいるのは、形は木造だった時代のものが再現されていて、欄干部分はヒノキになっているからなんでしょうね。橋の近くにはこんな琴聞橋という石碑が、横には作者不明の歌が刻まれています。一筋に雲井を恋降ることの根に、惹かれて気にけん望月の駒。一見何のこっちゃ全くわかりませんが、これ実は平家物語に記載された切ない恋の物語の一場面を歌ったものなんです。お話のヒロインは古豪の局という人で、時の帝であった高倉天皇から寵愛を受けていた人だそうな。この古豪の局という人は京都一の美貌かつ事の名手というパーフェクトヒューマン。当然高倉天皇はぞっこんで、これだけならハッピーラブストーリーですが、世の中そううまくはいかないもの。実は高倉天皇にはすでに正室がいて、その正室のお父さんがなんと平清盛だったんですね。当たり前ですが、時の権力者である平清盛は正室である娘よりも可愛がられていることにブチ切れるわけで、故郷の局は高倉天皇に危険が及ばないように自ら宮中を去ってこの嵐山周辺に身を隠します。相手のことを思って自ら身を引くなんて、なんてけなげな人なんだ。その後
高倉天皇は古豪の局を何とか都に連れ戻そうと側近に探させますが、その際に見つけるきっかけとなった琴の音色が聞こえたのがこの渡月橋付近だったそうです。古豪の局はそこまで思ってくれていた高倉天皇に感激し、またこっそりデートを重ねるようになり、子供も生まれます。しかしまたもラスボス平清盛にバレてしまい、古豪の局は出家させられ、失意の高倉天皇は21歳でこの世を去ってしまいます。尼となった古豪の局は44歳に亡くなるまで高倉天皇が葬られている清観寺の近くに住み、今2人のお墓は寄り添うように同じ場所に置かれているそうな。社会的な立場があっても好きな人を諦めなかった高倉天皇と、相手を思いやり自ら身を引いたり、死んでもなお愛し続けてそばにいた古豪の局。ハリウッドで映画化されたら全米が泣くぐらい感動的な話がこんな小さな石碑に込められているなんて面白いですよね。平安ラブストーリーに涙腺が崩壊しかけましたが、まだまだ京都観光は続きますので次に進みましょう。嵐山駅周辺には観光客向けのお店がたくさん並んでいて、見ているだけでも面白いです。京野菜の漬物屋さんとか日本酒のお店とか試食できるところもたくさんあって、こういう時は愛車から離れられないのがちょっと残念ですね。本日は1月の11日ですが、まだお正月の雰囲気です。関東では7日、関西京都では15日と正月飾りを出しておく期間が違うことを最近知った南です。こちらは世界遺産にも登録されている天龍寺です。ぜひ行ってみたいのですが、本日はライド中心なので雰囲気だけ味わって次に進みます。私ぐらいの中級者ローディーになると、石柱に彫られた名前だけで中を想像して体験した気分になれるものです。お店があるエリアを抜けて外国人率 99% の竹林入り口をスルーして先に進むと、なんか立派な門が見えてきましたよ。住宅街に唐突に現れたこちらは清涼寺と言います。真夏のライトで行きたいような名前だな。今は真冬だけどな。佐賀釈迦堂の名前でも親しまれていて、光源氏のモデルとも言われた源徹の山荘をお寺に変えたのが起源なんだとか。平安時代屈指のプレイボーイの別荘だったってことは、さぞかしいろんな女性が連れ込まれていたんだろうな。千葉とかにあったらこのお寺だけでも観光名所になって門前町で賑わいそうですが、京都にはこんなスポットがゴロゴロあるからすごいですよね。バスだとマイラースポットは路線が少なくて行きづらいですが、ロードだと簡単に回れます。つまりロードバイク優勝ってことです。嵐山の市民に眺めのいい小倉山展望台というところがあるらしいので、いちいち絵になる京都の裏路地を走っていきます。と思ったら展望台に向かう道は自転車入れなかったぜ。悔しすぎる。頑張って1000ワットの出力で登りますので、二輪自動車扱いでお願いできないでしょうか。まあ道路交通法には逆らえないので、名誉ある撤退で次に進みましょう。やっはー。狭い路地なので気持ちよくなりすぎないようにスピードコントロールをして下ります。途中でおじいちゃんのドラフティングを利用してお先に失礼します。ああいう時は一言声をかけてから抜くとお互い安全ですよね。南は365日交通安全週間です。清涼飲料水みたいな名前のお寺をもう一度通って、また嵐山駅周辺まで戻ってきました。嵐山エリアはここまでということで、渡月橋を渡って次のエリアに向かいましょう。この橋の柵部分のみヒノキでできているため、スリップした車が突き破って川に落ちてしまったり、タバコの火で火事になったりするそうな。私もよそ見して柵をぶち壊してフライハイしないように慎重に走ろうと思います。嵐山を後に京都を南北に走る県道29号線を南に向かって走っていきます。次の目的地は長岡京です。
でもこうやって走っていると、ほんと観光とロードバイクって相性いいよなって思います。まだ15キロしか走ってないのに何言っちゃってんのって感じですが、15キロなのにこんだけ観光地巡りできてるんだから、やっぱりロードの機動力は侮れないですよね。ご当地グルメを食べてもその場でカロリー消費できちゃうから、罪悪感ゼロで食べまくれるしね。ルート沿いに大きな鳥居がありましたよ。ここは松尾大社。なんと京都最古の神社の一つであり、お酒の神様で有名だそうです。石柱の後ろにあるとっくりがいかにもお酒の神様って感じですよね。お酒弱くてすぐ顔真っ赤になるけど、日本酒大好き系ロードバイク女子としてはぜひとも参拝したいところですが、ブライダルフェアに一人で行くと寂しさでやみそうなので先に進みます。松尾大社を過ぎるとしばらくは少し幅は狭いですが、舗装の綺麗な道になります。そういえば今年は担当なのかあったかくて、ほんとロードバイクに気持ちよく乗れる日が多いですよね。夏すぎて今の服装もそうですが、今年は裏起毛もない長袖ジャージで冬を越せてしまいそうです。このまま温暖化が進むと、私はそのうち小学生男子よろしく半袖短パンで真冬でもチャリに乗ってそうな気がします。温暖化を防ぐために電気はこまめに消すようにしないとね。渡月橋から15キロほど走って、阪急電鉄の茶色のボディでチョコを食べたくなってきたところで到着したのが、次の目的地長岡天満宮に到着です。長岡天満宮があるここは、かつて長岡京という都が桓武天皇により置かれ、奈良の平城京から平安京に遷都する間の11年間、日本の政治の中心であった場所です。今日は観光地なのにケチって中まで入らないライトなので、どこまで行けるかわかりませんが、ちょっと入ってみましょう。大鳥居をくぐると大きな池が。これは八丈ヶ池といって灌漑用に作られたため池らしいのですが、なんか対岸にある建物や丸い石の橋なんかがあって日本庭園みたいな雰囲気です。中まで入らなくてもこれはこれで見応えのある景色な気がする。近くのポップたちも一列に並んで池を見ているので、旗的にも価値のある観光地なのでしょう。鯉は味噌と一緒に煮込む鯉こくという食べ方が美味しいらしい。ちなみに〇〇天満宮、〇〇天神という名前の神社は全て天神様を祀っている神社ですが、この天神様、実は実在した人物なのをご存知でしょうか？そう、初詣すら行くか行かないかの私がずうずうしくも看護師資格受験の時に頼りまくったあの方、菅原道真さんです。もうあの時は本当お世話になりました。この菅原道真という人がなんでこんな日本各地で祀られるぐらいの神様になったのかというと、学校の教科書では有名ですが、たたりをもたらす怨霊として恐れられていたからなんです。道真はもともと右大臣という国の中枢にいた人なのですが、無実の罪を着せられ、福岡にある太宰府という地方役所の副長官に左遷されてしまいます。これはもう今で言えば本社の専務が地方子会社の副社長になるという半沢直樹も真っ青な片道切符の島流しですが、そんな仕打ちを受けた道真は倍返しもうできずに福岡の地で恨みつらみを胸になくなってしまいます。しかし恨みは消えないのか、その後郷土の御所で落雷が起きて道真をはめた藤原氏の人間が亡くなったり、たたりを怖がってノイローゼになってしまいます。このたたりを治めるため、天満大自在天神という名前の神様にして祀ろうということになったのです。日本には不幸な死に方をした人は必ず悪霊になってしまう。だから実は素晴らしい人だったんだよという形で祀ったり、生前やり残したことをさせていい神様に変えてしまおうという御霊信仰という考え方があります。道真もそのパターンで、最初は雷を落とす怖い神様だったのが、いい神様である学問の神様になったということです。私も皆さんが動画を見てくれなくなると寂しくて死んでしまい、
毎晩タイヤのバルブをブシュブシュ押して空気を抜く悪霊になっちゃうので、ちゃんと動画見てくださいね。池で鯉やら鳩やら見てたらお腹が減ってきたので、どんぐりでも落ちてないか探してたら、ちょうど林に囲まれたうどん屋さんがあったので、ちょっと胃袋にぶち込んでいきましょう。何がいいかな。ここは京都名物にしんそばと YouTuber なら選ぶところですが、実はこの時隣で他のお客さんからとてもかぐわしい香りが。このクミンやターメリックを中心のスパイシーな刺激にカツオの和風の出汁がマッチした食欲をかきたてられる香りは、カレーうどん。いや、ここでカレーを選んだらロードバイク YouTuber じゃなくて、もはやただののほほん大若日常系 YouTuber になってしまう。選べない。着丼。スープまで食べ応え2000万点のカレーうどん、ほんと大好き。いただきます。まあこんなもんだよね。小休憩ができて足も回復、お腹も満腹、体もポカポカ、オールオッケー。なんか最近こういう食べ物の自販機増えてますよね。他を抜くからタヌキ。可愛い顔して競争社会の真髄を教えてくれます。天神様のご利益で学習能力が飛躍的に上がり、カレーのスパイスで脳みそ活性化したので、今なら医師免許でも司法試験でも楽勝で突破できそうですが、京都旅はまだまだ続くので走りに集中して先に進みます。ここまでは京都盆地を南に走ってきましたが、方向を東に変え宇治方面に走ります。渡月橋ぶりの桂川を渡ります。なんかデジャブを感じるなぁと思ったら、こういう大きな川越しに山々が連なる風景ってこの前の長野ライトと似ているんですよね。てかこの前の甲府ライトでも見た気がする。まあ日本の風景って大体同じじゃなくて、どこ行っても絶景ってことですね。ほんまね、口が滑るところだった。一眼を渡り、ここは木津川沿いの県道15号線です。ここまで来ると京都っぽさはほぼなくて、道路沿いに工場があったりもして、むしろ千葉っぽさを感じてきます。新幹線でわざわざ輪行して千葉っぽさを体験している私は何をしているのでしょうか。でも自転車走行帯がしっかりあって走りやすい。我らが千葉の京葉工業地帯沿いはダンプカーがアスファルトを削って一般道でもゲラベラが楽しめちゃいますからね。おや、なんか門前町っぽいお店が立ち並ぶエリアになってきましたよ。渋い色の鳥居を越えて着いたのはこちら、10円玉でおなじみ平等院です。ここは世界遺産に登録されている京都屈指の観光スポットだけあって、やっぱり平日にもかかわらずたくさんの人がいますね。近くに説明が書かれた看板が。この辺りは内側を望む景勝地として貴族の別荘がたくさんあった場所なので、この平等院も元は藤原道長の別荘で、それが寺院に改められたものだそうな。ちょっと後で調べたんですが、道長の別荘になる前も持ち主がたくさんいて、一番最初に別荘として建設したのは光源氏のモデルと言われる源徹らしいです。あれ、どっかで聞いた名前だと思いません？そうなんです。嵐山の近くにあった清涼寺も源徹の別荘だったんですよ。さすが平安時代ナンバーワンプレイボーイ。京都にどんだけ別荘を持って連れ込んでいたのでしょうか。ローランドよろしく。平安時代には2種類の人間しかいない。俺か、俺以外か。とか言ったりしてな。ところで、命よりも大事なロードバイクで平等院に来たけど、どうしても現物が見たいと思ったケチケチローリーの底のあなた。私みなみも金欠ケチケチ系ロードバイク女子なので気持ちはよくわかります。そういう時は食に走りましょう。もういいんです。歴史とか諦めてご当地グルメを楽しめばいいんです。
というわけで、おやつは増田千穂さんの抹茶ソフトをいただきたいと思います。ひょー、めちゃくちゃ美味しそう。粉末の抹茶がたっぷり。いただきます。粉が飛び散って口に入るより風に舞う方が多いんじゃねえか。もったいねえだろ。でもうまー。ケチケチ醜い心を癒すソフトな甘みとちょうどいい渋みが口の中で調和します。ソフトクリームのような甘い言葉と甘さに溺れそうになると抹茶の渋みで少し突き放す。まさに源徹のプレイボーイっぷりを体験させてくれるような最高のやつでした。違うか。なんか参道の近くにはおしゃれなスターバックスもありましたよ。ここの抹茶ラテはやっぱり宇治のものを使っているのかな。ソフトクリームの腹ごなしに近くをテロテロ走っていると、道川沿いの遊歩道で木々の隙間からちらっと鳳凰堂の姿が。しっかり見えるよりもちらっと見せられる方が余計に見たくなるのが人間というもの。鳳凰堂チラリズムでますます現物を見たくなってしまったので、次はアブス最強の鍵を持参してこようかな。でもこいつ鍵だけで2キロもあるのか。門前のお店が立ち並ぶエリアを戻ってきたら、半端ない重ね着をしている女性の像が。この方は源氏物語の作者である紫式部の像です。源氏物語は全54巻もある最古の長編小説と言われ、そのうち最後の10巻がここ宇治を舞台に描かれています。調べてたら紫式部が源氏物語を書いた理由が面白くて、実は結婚3年後に夫が亡くなってその悲しみを紛らわせるために書き始めたと言われているそうです。今で言うと夫と死に別れた主婦がブログを書いていたら思いもよらずにバズって書籍化されたり映画化されたという感じでしょうか。なんか元祖女性クリエイターの紫式部さんに刺激をもらったので、私も世界的なロードバイク女子としてバズれるように頑張ります。最古つながりで言うと、象の隣にある宇治橋も646年に架けられた最古の橋として有名で、瀬田の唐橋、山崎橋とともに日本三古橋として数えられています。現在の橋は架け替えられたものですが、渡月橋と同じく歴史的なデザインで見応えがありますね。最古の小説と最古の橋を一度に見れてラッキー。宇治橋も後に、ここからは宇治川沿いを北上して京都に戻っていこうと思います。信号も少なくて気持ちいいな。時刻も夕方ですが、抹茶ソフトで糖質充填率 100% なのでケイデンスを上げて頑張ります。むしろ頑張らないと夜ご飯が食べれません。街並みがちょっと変わってきたここは京都市南部にある伏見です。ここにちょっと行ってみたいスポットがありまして、それがこちら、月桂館大倉記念館です。月桂館といえば日本の売上第2位の大手酒造ですが、その発祥の地がここ伏見とのことで、この記念館はその歴史を学べる資料館なんです。酒蔵だったものをそのまま改装したものなので、歴史を感じる板張りの壁がかっこいいです。残念ながら今は改装工事中で展示館の一部しか見ることができないそうですが、実は私以前旅行できたことがあって、その時は月桂館の歴史や酒造りの過程なんかも学ぶことができました。もちろん試飲もできましたよ。じゃあなんで来たんだよっていうと、もちろん今日ホテルで一杯やるためのこいつをゲットするために決まってるじゃないですか。本当はこの記念館限定のお酒が欲しかったのですが、720ml 瓶をジャージのポケットに入れて走る勇気はなかったのでこいつにしました。スタッフの人も中に入っている間自転車見とけますよって言ってくれるくらいめっちゃいい人でしたし、カップ酒のリーズナブルなイメージの月桂感がいい意味で裏切られるはずです。伏見の酒蔵風景を見ながらちょうどいいのでもう一つ寄り道していきましょうかね。それが記念館から歩いて5分、ロードで1分のこちら、寺田屋です。寺田屋といえば、幕末に坂本龍馬が伏見奉行所に襲撃されて、命からがら逃げ延びた寺田屋事件として有名で、
その跡地がここなんだそうな。今建っているのは幕末に焼失してしまった後に再建されたもので、正確には当時の寺田屋ではないのですが、以前旅行で訪問した際には龍馬が襲われた時の刀傷が柱にあったりして面白かったですよ。再建されたものなのになんで刀傷があるのかって？疑り深い子は伏見奉行所に代わって脳天に刀傷つけちゃうぞ。でも幕末の資料や写真がいろいろ展示されていて、石井獅子ファンの方には楽しめるスポットなんじゃないかなって思います。ちなみに目の前にはめっちゃおしゃれなカフェがあります。行ってみたい。伏見の町を後に県道35号線を北に走っていきます。ガーミンのナミはなんでこんな狭い道を選ぶのかなと思いましたが、車の交通量も結構多いので、この辺りはこの道を走るのが一番早いのでしょうね。こう自分に言い聞かせて自分を納得させて、怒りで叩き壊さないようにするのがガーミンのび太のうまい付き合い方です。スタートから55キロ地点、柵もオレンジ、駅もオレンジ、鳥居もオレンジ。ここは千本鳥居でおなじみの伏見稲荷大社です。稲荷の狼、通称お稲荷様のお使いといえばお狐さんです。カンカカーン。ものすごいアクロバティックな姿勢のお狐さんだな。お尻から黄金の何かを出しておられる。警備の方に聞いたら、大鳥居の先に自転車置き場があって、そこまでなら押して入ってもいいらしいので、ちょっとだけ入ってみましょう。稲荷の狼を祀っている稲荷神社は全国になんと3万社もあるのですが、実はここ伏見稲荷大社がその総本宮となっています。3万社ってすげえって思いましたが、五穀豊穣の神様なので、全国で稲作をしている日本では一番ニーズのある神様だったんだなと、なんか納得です。全国の店舗数が多い企業ランキングを見ると、1位のゆうちょ銀行が5万店、その次のセブン銀行が2万5000店なので、稲荷神社の規模がいかにやばいかということがわかります。24時間営業、いつもあなたのそばに狐マークの稲荷銀行とかあったら2位にランクインしちゃいますね。そんな稲荷神社ですが、時代も変わって今では商売繁盛や芸能上達の神様としても信仰されているとか。芸能上達させて再生数爆上げ、商売繁盛を狙っている私にぴったりの神様やないか。こりゃ全国3万社アンゲライでやるしかねえな。伏見稲荷前の渋いデイリーヤム崎を後にして、本日最後の目的地に向かいましょう。ここから先は京阪本線沿いで、駅前の商店街と住宅街を足して2で割ったような道が続きますので、スピードを控えめで走っていきましょう。そんでもって本日最後のスポットの先っぽが見えてまいりました。シンボル的な五重塔が抜群の存在感を放つこちらは世界遺産の東寺です。この五重塔は高さ 54.8 メートルと、その高さから落雷などで4回消失していて、現在は江戸時代に再建されたものだそうです。確かに平安時代の京都にこんな高い建物あったら平石以外の何物でもないよな。時間的にも夕日を浴びてとってもいい雰囲気だな。早速南大門からちょっとだけ入ってみましょう。当時は別名京王護国寺とも言われ、平安京の建設とともに作られた国立の寺院でした。平安京の遺構で当時から変わらない位置にあるものは少なく、あってもほとんどが石碑のみであり、そのことから当時は現存する唯一の平安京の遺構と言われています。駅からすぐ近くなので、もっと観光客が多いのかなと思っていましたが、私の行ったタイミングが良かったのか、ほとんど人もいなく、夕焼けの境内を見ながら古都京都の雰囲気を味わうことができました。おや、なんか石柱の上に微動だにしない白い鳥が。お前も一人で今日一日京都旅行してきたのかな。寂しいからよかったらこの後四条河原町に繰り出して二人で飲みにでも行かんか。さ、
冗談はこれぐらいにして、1日目の京都旅はこれにて終了です。ロードバイクは移動時間も楽しいアクティビティに変えてくれて、バスや電車で回るよりもめっちゃ楽しかったです。明日は京都の北半分のエリアを爆走したいと思うので、次の動画も楽しみにしていてくださいね。この動画がいいなって思ったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。じゃあ、またねー。